RC 統合。こんにちは、どうもです。こんにちは、陽動です。はい、オーバードーズの陽動ですね。RCDC お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。惜しかったですね。そうですね。まあ単走はね取れましたけどね。もう一歩のところでまた来年っていうことで。陽動さんも動画向けでなんか最初のつかみを作ったらどうですか。いやそこはねお任せします。例えばよく昔だとお元気ですかって How do you do ってあったじゃないですか。中学校の時よく習ったと思うんですけども、多分ラジコンやってる学生とかはね勉強したい子ばっかなんで分かんないかもしれないんだけど、陽動さんね How do 陽動 How do 陽動 How do 陽動 I'm fine オーバードーズですダメ？いやまたいろいろほら関係各所から見てる人はねあれが面白いなんかね、そう言ってくれる人いるみたいですよね。そうね。ちょっとドアの話なんですけど、お偉い人からね詰められるんで、ちょっとあれは絶対やるなっていう。そうですね。本当やりたかったんですけどね。今日そう言われてきました。大体ね、あれやって僕が RCDC 行くと詰められて10倍返しぐらいいつもされてるんで、今回ねまた新商品の方をねちょっといろいろ具体的に詳しくご解説願いたいなと思って。はい、そうですね。RCDC のね、ブースの方ではいろいろ取り上げていただいたんですけど、もうちょっとそれぞれ一個ずつね詳しい話をさせてもらえたらなと思うんで、RCDC はちょっとガチャガチャね、やっぱり今年すごい賑やかだったんで、結構人多かったですもんね。日曜日とかやばかったですね。やばかったですよね。過去一ぐらいじゃないかな。見ていきましょうか。そうですね。具体的にね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ陽動さん中行きましょうか。行きましょう。はい。あ、すみません。せーYouTube やってるとね、だんだん頭がおかしくなってくるんですよね。普通じゃダメなんですよ。だんだんそうなってくる。だんだんそうなってくる。だからいろいろ変な話聞いても、なんだ普通じゃんっていうふうに話ばっかなんで、相当イカれてるやつを見ないと、いいね君っていうならないんですよ。だんだん麻痺してきて。だんだん麻痺してくる。いいですね。どれ？画角で。いいよ、そのままもちろん頭入る。あ、こんな感じで。はい。深い意味はないです。好きですよ。いやこれ人気なんだって本当に。みんなやりたいっていうのも。そうですか。はい、行きましょう。はい、行きましょう。RCDC 前にね発売になってますけど、この湾曲アルミ湾曲スライドラックのタイプ3ですね。はい。こちらからいきましょう。タイプ3になったんですけど、そもそもなんでタイプ3にしたのかっていうところなんですけど、いよいよね、まあ今年のね RCDC もそうでしたけど、もう角度つけて飛び込むだけじゃなくて、そのまま旋回してこいみたいな感じだったじゃないですか。今回すごかったね。ですよね。なのでそれに対応するために、まあ切れ角を増やして、その深い切れ角をちゃんと使えるように設計し直したのがタイプ3っていう。セット内容としては、まあ、このアルミの湾曲のスライドラックですね。でこのベースと、まあ、レールとなんですけど、でこのベースがこれとこれと2ピースになってるんですね。このラック全体が前に出たり後ろ下がったりっていう構造。それもできるの？それもできるようになってます。じゃあ結構何でもありだねこれ。何でもできますね。あとこの、まあ、パーフェクトボールエンドセットって言われますけど、これが付属してます。2つね付属してます。これ2つセットで単品売りもしてるんですけど、この湾曲のタイプ3には最初から一緒に付属してます。なのでこれを組んでいただければ、まあほぼほぼ加工なく、ほぼ90度に近いぐらいの切れ角が取れますよっていう。すごい切れますよね。すごい切れますね。で後でちょっと動かしてお見せしますけど、っていうセットになります。どのように動くかっていうのをね。そうですね。実際の動きをちょっと見てもらいたいですね。ここまですごいよね。切れるんですね。こっちもこういう感じで。ほぼパラレルで切れる？パラレルで最後はちょい開くぐらいになるようになってますね。この辺でもちゃんとね動くんですよ。こうやって前にねよくあった最後にカックンってこう切れちゃうような、まあ逆関節ではないんだけど、
勝手に切れちゃうみたいなのがあったんですけど、これはもう最後までちゃんとこう動かせる、こういう小さい動きもできるようになっているので、だからちゃんと深いところが使えるというふうになってます。でアッカーマンもあまり途中でこう、まあ、今ニュートラルでそんなに2アウトにはなってないですけど、まあ、途中でそんなに追い越すこともなく、ほぼパラレルキープして、で最後でちょい開くっていうふうになってます。まあ結構ね、メーカーによってね、途中で追い越しちゃったりとかいろいろあるもんね。そうですね。どうしても切れ角取ろうと思うと追い越しがちになりなんですけど、まあ、そうならないようになので、その辺をいろいろクリアした上で、設計されてるタイプ3です。今回これ結構武器になったんじゃないの？そうですね。車のセットだけじゃなくて走り方の方も少し変えないといけない部分はあるんですけど、まあでも各ドライバーねうまく対応してくれて、ね、調子良さそうだったもんね。そうですね。まあうちのドライバーだけじゃなくてね、普通にプライベーターのお客さんとかもうまく使ってくれてる人が多かったので、まあ良かったのかなと思ってます。続きましては、続いて新しいスプリングです。4エッジっていうシリーズで展開してるんですけど、角4つ、要は四角いね、普通スプリングってこう丸い洗剤を巻くんですけど、このバネはよく見ていただくと四角いんで、まあ、ちょっと動画でね伝わるかどうかはわからないんだけど、そうですね。柳材これ多分差し込まれるな。まあこっちがね前からやってますけど、ヘルパーを使ったツインスプリングのタイプで、こっちが、シングルのタイプなんですけど、もうね全部四角くしました。ヘルパーも四角いです。四角い洗剤を使った理由、なんで使ったかっていうところなんですけど、はい、ドリフトって、結構そのトラクションを出したいとかタイヤのグリップを出したいっていう時に割と硬いバネを使うんですよね。硬いバネを作る方法としては、まあ、巻き数を減らすとか自由帳を短くするとか、あとはもう線自体を太いのを使うとか、まあいろいろ手があるんですけど、ただいずれにしてもストロークも減っちゃうんですよね。要は硬いとラジコンの車のシャシの重さって変わらないじゃないですか。変わらないものに対してバネを皆さんこう変えていくと思うんですけど、そうするとバネをどんどん硬くしていくとバネが動かなくなるんですよね。要は車の重さは軽いというか変わってないので、動かなくなっちゃうんですよ。そうすると荷重をグッとかけたところはいいんですけど、そうじゃない部分が難しくなっちゃったりとか、ちょっとグリップが出しにくかったりとかしてしまうので、それで最初うちヘルパーを使ったんですよね。はい、やってますよね。でヘルパースプリングっていろいろな使い方があるんですけど、リアの方にそのヘルパーを使うことで硬いスプリングのこの自由帳に近い部分、荷重がかかってない領域をこううまくぼやかすというか、荷重をねこうかけやすく、簡単に言うと、柔らかそうな領域を作ってあげる、疑似的に作ってあげるような、要は初期の、なんていうのかな、吸収する部分を、そう唐突な動きをちょっと和らげてっていうようなイメージでヘルパーを使ってたんですね。その時からその四角い洗剤を巻くっていうアイデアとしてはあったんですけど、なかなか作れなくて、それでまあヘルパーを使って同じようなことをしたっていう経緯があったんですけど、でいよいよねこの四角い洗剤が巻けるようになったので、それで今回商品化してみたんですけど、この四角い洗剤を使ったスプリングっていうのは柔らかいとこと硬いとこの差が出しやすいんですよね。なので例えば今までと同じストローク、5ミリなら5ミリっていうストロークでこう動いてたとしたら、その自由帳に近い荷重が軽い部分から荷重がグッとかかったところまでの間で、その柔らかいところから硬いところまでっていうの幅がね広くなるんですよ。なので沈んでいくと硬くなる、だけど伸びると柔らかくなるっていう、そういうねスプリングになってますね。まあ確かに四角い形のスプリングなんか見たことないからね。そうですね、あんまりないですよね。でもともとねその限られたスペースの中で、大きい力を出したいっていう考えでこのスプリングはなるほど、ね、工業製品としてはそういう考えで出てるので、そのなんだろう用途としてはすごくこうドリフトのラジコンに合ってるというか、そういう部分がありましたね。じゃあそれを初めてラジコンに持ち込んだっていうことで。そうですね、世界初です。ありがとうございます。でこっちのツインの方ですね、これがまあ推奨はリア用としておすすめしてます。リア用、はい。メインのスプリングが長さが20ミリです。はい。
でその四角の線の四角いこう、はい、一辺ですね、正方形なんですけど、その一辺が 1.2 ミリっていう寸法になってます。なので、1.2 の20ミリっていう言い方をしてます。でそれがここに書いてあるんですけど、文字が、僕も加藤さんも見えないですね。ちょっとねちょっとボケるな。レーザーがね入ってるんですよ。でここに線形と巻数と入ってますんで、あと長さか。やっぱりバネにこうやって書いてあるっていうのは親切だなって思いますよね。ね、いろいろ種類が出てくると、そのマーキングとか色とかだとね、もう判別がつかなくなってしまう。みんな結構持ってるんだけど、最後なんか袋に一緒くたりになっててそうですね。何ですかこれみたいな。消えちゃったりなんかして、分かんなくなっちゃうんで、もう訳が分からないっていうのね。なのでうちはもうずっとレーザーを入れて素晴らしい、やってるんですけど、この辺やっぱり高級感が出てすごくいいなってそうですね。こういうところもねやっぱり、こうちょっとかっこよく仕上げたいなっていうのがあるので、これが今回の新しいスプリングシートですね。こういうふうにね、なるほど。これ福さんに言われて持ってきた呪いのリングじゃないですね。違いますね。ね、リングみたいですけどね、ここにもロゴ、新しいロゴが入ってます。そうですね。これもねちょっと、少しでもね軽くしたいっていうのがあって、ちょっと肉抜きをしたりしてるんですけど、ちょっとこれもこだわって、これ丸じゃないんですよね。これ上から見ると分かるんですけど、丸じゃないの？六角形になってるんですよ。分かるかな？まん丸じゃないんですよね。このロゴが入ってる面は平らなんですよ。こう見るた方が広い。本当だ、ね、フラットになってますね。なってますよね。ちょっとでもこうね、軽くしたいなっていうのがあったんで、ちょっと凝った形にしちゃったんで、また若干高くなったりしてるんですけど、であとはこれがちょっとね一つちょっと遊んでみたんですけど、これヘルパースプリングですね。でヘルパースプリングって 1G の状態だともうピタッとくっついて線管密着した状態で使うんですけど、これなんか白いごちゃごちゃってなってるじゃないですか。もしかして潰れたら。そうなんですよ。これがねこうピュッとこう潰れると、本当だ、すごい。ジュンタって書いてあるんだ。違います。ジュンタじゃないのこれ。すごい。こうやってね文字が浮かび上がる。うちのオーバードーズのロゴが出るようになってます。これもねやっぱ四角いのを使ってるから、これくっつくと割とフラットな面になるので、こういう遊びもできたかなっていう感じですね。ちょっとしたおしゃれ。おしゃれだね。やっぱりオーバードーズはこだわりだね。そうですね。こだわってなんぼみたいな。こういうところをねちょっとでもねかっこよくしたいんで。あとこっちがフロント用としておすすめしているシングルのスプリングです。でこっちは同じ 1.2 の線形なんですけど、長さが25ミリになってます。このシングルの方はこっちのツインと違ってですね、このね隙間がこのスプリングの単面、上下の単面にここにね隙間が空いてるんですよね。本当だ。でこの隙間ってうち昔からもうずいぶん昔からこの手法は使ってるんですけど、これもこう自由帳だと開いてるんですよね。でこう 1G ぐらいだとこれピタッとこうくっつくんですよ。これでこの状態は上下一巻きずつが有効な状態で、これがちょっと沈んでくっつくと上下一巻きずつがなくなる状態になるんですよね。なのでこれもヘルパーとかあとはバリアブルのスプリングに近い動きなんですけど、少しでもこう唐突な動きをなくしたいなっていうんで、こういう僕らはもうセミオープンエンドって呼んでますけど、こういう作りをしてます。これうちずっと昔からやってて、今のガルムのキットなんかもの標準のバネもやっぱりこうなってます。これ僕好きでずっとやってるんですよね。で特にこのね4エッジに関して言うと、これフロントに使った時にテストの時はこれ隙間空いてなかったんです。でねつけてね走り出した瞬間ピッてハンドル切ったらクルッて車がスピンするんですよ。っていうぐらいフロントが効いちゃうんですよね。なのでこれは難しい場面だなと思って、でもうテストのその場でねちょっとこの隙間を自分でちょっと開けて、で試したらもうそこがすごくおとなしくなったっていうあれがあったんで、量産品は隙間を開けてあります。なるほど。それぞれこのツインの方とシングルの方と巻き数が6種類ずつあります。ツインの方が一番硬いのでいくと 4.5 巻き。4.5巻き。で 4.5、5、5.5、6で 6.5、7まであります。シングルの方は一番少ないところが6巻き、6、6.5、7、7.5、8の 8.5 までの6種類をラインナップしてます。一気に12種類出してしまったんで、
結構迷ってる方がいるかもしれないんですけど、でもしこの前のツインとシングルの丸線の方ですね、丸い線材の方の、バネをもし使ってらっしゃる方がいたら、はい、今使ってるスプリングよりも半巻きかもしくは一巻き、はい、多いところからスタートしてもらえるとちょうどいいんじゃないかなっていう。一巻き多いところからね、結局ちょっと硬く感じると思うんですよね。でその硬さをうまく使えばいいんですけど、最初ちょっと慣れないと難しいと思うんで、0.5 か一巻き多いところをチョイスしてもらって、そこからスタートしてもらえればいいかなと思います。ちなみにこれ、りょうくん何使ってたとかって？うちの量は後ろがね、確かね一番硬いやつ使ったんじゃないかな。今回、4.5 とか、そのぐらい。彼もね最初6巻きぐらいからスタートしてるんですけど、でだんだん慣れてきてもうどんどん硬い方へ、逆に言うとだから硬いのが使えるようになってくるんですよね。そうするとよりこうトラクションもかかるし、後ろのグリップが出せる。フロントも割と彼は硬めを使ってる。僕なんかは逆にリアはツインの 6.5 巻きとか、でフロントに関してはもう8か 8.5 かを使ってます。僕はあんまりフロント硬くしない人なので、その辺を使ってますね。うちのドライバーも割とリアなんかは 6.5 ぐらい、でフロントも7、8ぐらいが多いかなっていう感じです。あとはその辺はドライバーの感性的なものでね、好みがねあるんで、自分のフィーリングに合わせてもらえればいいかなと。なるほど、わかりました。思います。ちなみに柳君は5巻きのファンだそうです。そうですか。その辺のフィーリングがもし分かってらっしゃる人であれば、割と使いやすいと思う。もっとね幅が広がってると思います。で後ろも荷重をちょっと抜いたところからこう沈む時にこう路面を掴んでから蹴るみたいな。今までだと硬いのを使うとこう掴むところがなかったんですよね。なのでそこはちょっと難しかったんですけど、もう路面を掴んだ後蹴るっていう動きになってくるので、すごくね使いやすいと思います。頑張って作ったんで、なかなか大変そうだねだったんです。じゃあ続いて、これまだね RCDC で初めて公開した部品なんですけど、こっちがフロント用のワンピースアクスルですね。でこれが後で説明しますけど2種類あって、こっちがねハブの厚さが 5mm と、7mm の2種類、それぞれ3色あります。であとこっちが今度リア用のアクスル、でこっちもアルミになって、今まで以上に軽い仕様にしてリリースしようと思ってます。こっちのねフロント用のアクスル、今までうち六角形のタイプだったんですよね。でそれをより軽くしようという狙いで、3ポイントですよね。ですね、のタイプにしてみました。なるほど。でただやるとちょっとあんまりなんか味気ないなって思ったんで、これだけ残して3本の後ろにもう3本いるみたいな形にしてありますね。これは陽動さんがバラをイメージして作った。従来品よりも軽くなってるんですけど、若干ね軽くなってるかなっていう。こっちのフロント用が、ここに数字書いてありますけど、今までねこれハブの厚さなんですけど 4mm と 6mm だったんですね。でそれを今回は 5mm と 7mm にそれぞれ 1mm ずつ増やしてます。でこれは、さっき紹介させていただいた湾曲ラックで切れ角が思いっきり増えてるんですけど、従来よりもちょっとだけねこうスクラブを大きくしてもらわないとどうしても物理的に当たっちゃう部分が、なるほど、そういうのも加味して5と7にしてあります。でこれには今のところ予定ではこうオフセットを調整するアルミのスペーサー、それも一緒に付属させる予定でいますので、より細かく調整してもらえるかなっていう感じです。あとこっち、これがねなかなかな、大変地味な製品ではあるんですが、この紫の何？これはカバーなんですよ。うちのこのユニバーサルジョイントって、大概ここにシャフトが来て、でスパイダーがいてピンが入るんですよ。でそのピンをスパイダーの芋ネジで固定するのが多いんですけど、うちはねそれやらないで、これをパコッとかぶせて
ピンの抜け止めにしてます。へでこれはノーマルもそうなんですよ。ええこれねノーマルなんですけど、うん、ノーマルも同じなんですよね。あこうやってかぶせるタイプにしてあります。あ、そういう風だったんだ。こうすると、うんこのピンが固定されないので、うんピンがこう一箇所でずっと同じところがええ当たるとかそういうのがなくなるんで、うん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 耐久性が良くなるのと動き自体も若干良くなるので、一応昔からこのタイプをやってますね。なんかこれ見るとなんか覆面レスラーみたいな感じでこれ昔福さんが大阪プロレスかなんか出とった時にマスクかぶってやっとったんじゃないかってそうなんですね。いやーわかんない覆面レスラーですからね。そうですね、わかんないですね。正体わかんないんですよ。はい、でこれね、まあ本体アルミなんですよ。アルミっつってもこれはね強度が必要な部分なんで、いわゆる7075っていうジュラルミンを超ジュラルミンですね。何で使われているジュラルミンになるんですかね。ジュラルミン75ってね、わりかし航空機の部品だったりとか、そういうので使ってることが多いかな。はい、まあラジコンでもね、まあエンジンカーのメインシャーシだったりとか、はい、そういう強度が必要なところ、075を使ってるのが多いですね。で、まあやっぱアクセルなんで、割とそのクラッシュタイヤがねぶつかった時に曲がっちゃいけないので、まあ強度が必要ということで75を使って、はい、でかつまあ、この色を見て分かる人もいるかもしれないですけど、ハードアルマイトをかけてます。でハードアルマイトをかけて、でこういうピンのねところだったりとか、その辺の耐摩耗性を上げてるっていう感じです。すごいね。これね、まあ、両方とも軽量アクセルっていう感じなんですけど、はい、特にねこっちのリア用、これがねちょっと加藤さん持ってみます？はいはい。これノーマル。そんな感じです。はい。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。でこれ今回のアルミ。おお、手が上がるぐらい軽いですね。いや本当に軽いです。嘘くせえな。まあでもびっくりするぐらい軽いっていうことで、手が上がっちゃいましたよ思わず。ちょっとこちらの方でね。なのでちょっと今のだとなかなかこうねちょっとわざとらしい感じだったので、でこれノーマル。ノーマルのアクセルを入れてもらうと、これがだいたい5グラムですね。4.9、まあ5グラムぐらい。新しいやつ。1.7。は、全然違うじゃん。このぐらい違うんです。これ軽くなるとどんなメリットが出てきます？こんだけのものなんですけど、結局アクセルのレスポンスがまるで違いますね。だよね。要はアクセルを入れた時の反応だったり、要は回転落ちの速さだったり、そういうところの回転の上がったり下がったりがねすごく速いですね。まあ半分以下ですよね。そんな軽いんだ。そんな軽いです。手も上がるよ。そうですね。なのでこれはねかなりこれは効くね。影響がある。レスポンスすごく良くなるんじゃないこれ？すごく良くなりますね。これはね結構体感できます。フロントのねアクセルってフロントで駆動しないから、転がり始めだったりとか割とコントロールできない部分もあったりするんですよ。なのでフロントのアクセルについては、まあ、転がり出しが良くなったとかね、そういう意見はよく聞いてたんですけど、このリアは自分でコントロールする部分なので、もう全然違い。これはねちょっと僕もテストしてみてびっくりしたんですけど、まるで違う感じだったんで、これはねぜひ使っていただきたい、試していただきたい、はい、わかりました。商品です。でこの辺は年末かもしくは来年年明け早々ぐらいに商品の案内ができると思いますので、ぜひご予約の方お願いしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。最後にでこれが来年の1月末発売予定の新製品になるんですけど、こっちがアルミファンネルで、これが JT の、JT なんでジュンタプロデュースの ESC マウントですね、になります。タイプ2になります。これはでこれリアマウントに後ろに背負ってるんですけど、これリアマウントのバルクに、ここで固定してあるタイプになります。こういうイメージでつきますよ。でファンネルもこんな感じでつきますよっていう感じですね。ファンネルかっこいいなこれ。これ割とちっちゃく作ったつもりではいるんですけど、取り付け方がちょっと特徴があって、これ見てもらうとなんか渦巻いたなんていうんですかね、丸い穴じゃないんですよ。っていうのはこれワンピースなんですね。で2ピースじゃダメなんですかっていう政治家いましたよね。いましたね。これね、格好を重視したがゆえにですね、
上からネジが入んなくなっちゃったんですね。で締めるのはボールポイントのレンチをね使っていただければ締められるんですよ。ただ上からこうスポッとこうネジが入らないくなってしまったので、これはねこの穴は、レンチを締め付ける時の穴と、あとはぶっちゃけカッコです。取り付ける時はこの取り付けネジが、アンプによってねいろいろな長さがあると思うんですけど、でこれをファンネルのこのつばの部分、フランジの部分が入るぐらいの隙間を空けた状態で仮締めをしてもらう。そこにこうこれをねこう当てがってでキュッと回す。でつけてもらう。なるほど。であとはここからレンチを入れて本締めしてもらう。なのでこういうちょっと変な格好してますけど、これでこう入れてこう回す付け方になります。なるほど。うちのりょうさんがどうしても欲しいっていうんでファンネルが商品化したんですよね。今ね昔からね他社製をずっと使ってて、もういい加減うちの欲しいなっていう話になってですね、じゃあ作るかっていう感じで作った商品になります。ちょっとね発売時期が間に合わなかったんで今年のね RCDC では使えなかったんですけど、来年1月末には発売予定なので、すでにもうご予約いただいている商品なんですけど、お店にもね在庫として並ぶと思いますので、見かけたら手に取ってみてください。であとこれ JT の ESC マウントですね。でこれがちょっとリニューアルをして、ここがね長穴になってるんですよ。前は長穴じゃなかったんだっけ？ただの穴で、角度が変わるだけだったんですよね。で今回はここを長穴にしたことで、こいつがこういう動きができるんですね。じゃあ重量配分を上に上げたり下げたりできる？そう、こう例えばこうねこうつけた状態でこういう上げ下げができるようになってます。でこれもこいつ自体も裏返しで使えるので、こういう向きでも使えるんですよね。なので上方向にスライドさせることもできるし、こうつけることで下方向にスライドさせることもできるっていうふうになってます。位置のねいろんな好みがあると思いますんで、いろいろ調整がしやすいかなというふうに思います。あとこれ取り付け穴3つなんですけど、ここにね中にね2つあるんですよ。でこれがですね、これがジュンタプロデュースのあれなんですけど、このねガルムのリアショックタワー止めてるこことここのネジが2つあるんですね。ここのピッチと同じにしてあります。なのでこうバルクだけではなく、このリアショックタワーにこういうふうにつけることができる。だからこういう感じでつけたりとかね、こういう感じでつけてみて、ショックタワーに固定することができるようになってますので、今までできなかったような取り付け方ができるようになってます。以上ですかね。以上です。いつも開発大変ですね。そうですね。大変は大変ですけど。噂で聞いたんですけど、いつもヨドさんラジコンが好きすぎてずっと触ってるっていう。そうなんですか。ずっと触ってます。ずっと触ってますか。ずっとやってますね。噂は本当だったんですね。なんか今ネッシーを発見したような心境になりましたよ。そうですか。ね、そんな感じなんで、いろいろね新商品出てきてるんで、ぜひとも皆さんねよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。